こんにちは、もずくです。今回は友達コレクションワクワク生活でアイテム工房を使わない島作りをしていきます。地形やバランスの取り方次第ではおしゃれに作ることができるので、よければ参考にしてみてください。それでは早速始めていきます。どうぞ。最初に建物は端に固めておきました。ここからこの何もない海の上に地形を作っていきます。今回は大きく分けて3つの島を作ります。まず1つ目は家1軒、シェアハウス1軒を使った小さな島です。では最初にシェアハウスの位置を決めます。ちなみにうちは食べ物を擬人化した住民が住んでいる島なので、この家にはブロッコリーとマヨネーズの夫婦が住んでいます。ではこの家を基準に土地を作ります。土地の広さはお庭として軽く家具を配置できるくらいの広さ、そして自然な形にします。玄関前から石畳の道で橋を作り、シェアハウスの左側を囲うように土地を作っていきます。自然な形を作るには直線をなるべく作りすぎないことです。あまりに角が目立つところやカーブが自然でないところは調整します。次に砂浜を作ります。カーブに沿うように作っていき、砂浜の中心はやや膨らむように作ると自然な見た目になるかと思います。ということで土地は完成です。川や橋を取り入れると小さな島でも満足感のある見た目にすることができます。次に手前側にもう一軒家を移設します。ちなみにこちらはブロッコリーの妹のカリフラワーちゃんのお家です。続けて木を植えていきます。今回はヤシの木と広葉樹の組み合わせを使っていくことにしました。次は道を作ります。家のウッドデッキと合わせて木の道にしました。これをあえてぐねぐねさせて自然な道を作っていきます。道の終わりは横1列削り階段を設置。ヤシの木を追加し段差を生かして高低差をつけます。そして今のままだと芝生の地面がのっぺりとしているので、クローバーを使って変化を出していきます。これも土地作りと同じく大雑把で大丈夫です。奥と手前の地面を見比べるとこんな感じになりました。では夫婦のためのテラスベンチを一つ置き、次は草むらを植えていきます。地面のクローバーと同じくのっぺりさをなくせるのですごく大事です。基本的に芝生の上には草むらを生やすことをお勧めします。そして周りは木の柵で囲っていきます。テラスベンチと合わせて白にしました。トモコレはポップなイメージなので、なるべく島に使う色数を減らしたり、建物や道の統一感を気をつけるとおしゃれなイメージに寄せられるかと思います。橋にも柵をつけ、ところどころ岩を設置したら一旦こんな感じになりました。では手前も同じようにクローバーを敷いたり木を増やします。島の端っこは灯台を設置しておきました。草むらもどんどん植えていきます。灯台までは道を作らなかったので、なんとなく草むらで道を作っておきました。次は灯台前にベンチを置き、砂浜にビーチベッド、その付近にパラソルを飾り、焚き火も一つ置いておきました。そしてシェアハウスの後ろに小さなプライベートビーチも作り、階段を設置したら、これで一つ目の島は完成です。愛情。
次は長い橋をつなげて2つ目の島を作ります。ちょっとずつ栄えている雰囲気にしていきたいので、土地は広めに作ります。そして1つ目と同じく土地に沿うように砂浜も作っておきました。橋にはガードパイプを設置していきます。橋とガードパイプの組み合わせは統一して全体で使うことにしました。では橋から木の道を横に伸ばします。そして道沿いに島作り屋さんを移設し、家1軒分空けて道を作っていきます。ここは住宅街にしようかと思うので、道沿いに家を建てました。ちなみにこの住宅街には白米さんと豆腐ちゃん、キウイくんとレモンくんを住ませました。では住宅街のベースを作っていきます。一つ目の島と違って整備されている感を出すために地面をコンクリートにします。そして出入り口に丸い街灯。住宅街は有刺鉄線の柵で囲っていきます。有刺鉄線の柵は高さがあるので立体感が出てお気に入りです。では次はクローバーを追加し、木の道の終わりは質屋さんを移設しました。次は砂浜の飾り付けです。木の道と砂浜の間が寂しかったので思い切って削って、この字に階段を設置してみました。真ん中は鐘を飾っておきます。ということで芝生の上は草むらを植え、管理された砂浜っぽさがあるので少し豪華にチューリップも植えておきました。岩も置いていくんですけど、砂浜にもあると可愛かったので一つ目の島にも追加で置いておきました。次に住宅街前にホームベンチを配置し、砂浜には木の道と色を揃えたテラスベンチを飾っておきます。では次は住宅街周りに植物を増やしていきます。柵の後ろに生垣を追加し、道の真ん中に寄せ植えと広葉樹を交互に置き、周りはなるべく左右対称で木を植えていきます。ということで一旦全体はこんな感じです。次は奥に願いの噴水を移設します。ただマスの関係で中央に持ってこれず、住宅街の道幅を広げるとのっぺりとしそうだったので、今回は端に寄せました。コンクリートの道で周りも囲い、こんな感じです。こんな風に中央に持ってこれないときは思い切って端に寄せるのもおすすめです。むしろ揃いすぎていないことで全体に変化が出せるかと思います。ということで噴水の横は食べ物屋さんを移設します。向きを変えて2軒建ててみました。では周りにクローバーを追加し、木や草むらも増やしていきます。少し殺風景なところはテーブルベンチを追加しておきました。そしてこんな感じです。では次は土地の形を調整し、砂浜も追加して、3つ目の島までの橋を作ります。そこから3つ目の島の土地もざっくりと作っておきました。今作のともこれは全方角から見渡すことができるので、建物裏も可愛く作っていきます。ここは砂利と砂利の道を使って公園を作ることにしました。
島全体の色味と合わせた公園アイテムを飾っていきます。そして周りに広葉樹を公園を隠さない程度に植え、周りに草むらを増やしたら、これで2つ目の島は完成です。1つ目より栄えた印象になったかと思います。では次は3つ目の島です。3つ目はアーチの石畳の道を使って港っぽくしていきます。なので土地の縁もまっすぐにしておきました。あとまだ移設していない家も残っているので、港にも住宅街を作ります。店の裏にある住宅街にしました。ちなみにここには1つ目のシェアハウス、ケチャップちゃんとポテト、2つ目のシェアハウス、あーんパンおじさんとミートボール、ドーナツちゃんを済ませました。ではここも同じく柵で囲うんですけど、こんなものが出てきました。どうやら置ける数に制限があるらしく、おそらくですけど置いた数ではなく置ける種類の数が制限されている気がします。気を取り直して住宅街を柵で囲っていきます。建物裏まで囲っておきました。周りはもちろん木を植えていき、クローバーも追加します。そして堤防にはチェーンの柵を並べておきました。少し色が足りなかったので、住宅街の地面をコンクリートから木に変更。周りに草むらをどんどん植えていきます。次に住宅街の真ん中に海を石畳で囲ってプールを作ります。地面に変化が出せるのでのっぺり感がなくなりました。背景に風力発電も飾っておきます。では次は堤防沿いに3軒の家を建てていきます。1軒ずつ桟橋が横にある地形にしました。ちなみにここにはカツ丼さん、一味姉さんと七味姉さんを住ませました。桟橋の先にはそれぞれレトロな街灯を飾っておきます。次は市場を堤防に移設します。周りにはテーブルベンチを置き、砂浜に降りられる階段も設置しておきました。ここからは全体の調整をしていきます。少し木を追加し、住宅街前にベンチ、住宅街の中に生垣を飾ります。追加で双子のパプリカとピーマンの家も移設しておきました。一旦こんな感じです。あとは3軒の家の前に寄せ植えとテラスベンチを飾り、住宅街前が少し寂しかったので道の真ん中に芝生の地面でアクセントをつけたら、これで今回の島作りは完成です。
いかがでしたでしょうか。今回は友達コレクションワクワク生活で島作りをしてみました。広さが最大ではないのと、住民の数も20人ほどなので、本当の島全部は作れなかったんですけど、また見たいなと思ってくれる方がいれば動画にしたいなと思います。ちなみに島の様子やミーを作ったりなどはサブチャンネルで配信しているので、よければ気軽に見に来ていただけると嬉しいです。最後まで見ていただきありがとうございました。よければ高評価とチャンネル登録、コメントもお待ちしております。ほいじゃあ。